サイクロン集塵機1から4気筒までの図面をダウンロード可能にしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。私はこれまでサイクロン集塵機を1気筒、3気筒、2気筒、4気筒の順で DIY 動画を投稿してきました。その当時フリーで図面を提供できる術があればよかったのですが、なかなか方法が見つかりませんでした。 DIY で同じものを作ろうとした方にとっては動画から寸法を写し取るしかないので大変だったと思います。今般遅ればせながらようやくダウンロード方法を組み込みましたので図面を公開したいと思います。ダウンロード先は説明欄に記載してありますので必ず注意事項を一読してから使用してください。ただそのまま出図をしても縮尺は原寸大にはなりません。テール缶の蓋に墨を出すのは相当大変ですが、作図をラベルシールに印刷してそれを貼り付けて使えばより簡単に DIY で集塵機を作ることができます。1気筒の動画はないですが2気筒から4気筒までは説明欄の URL から過去動画もご視聴ください。興味のある方は引き続き動画をご視聴ください。ラベルシールの使い方。図面シートは集塵機の蓋に対して上下2分割で作っています。 A4 ラベルシールを使って印刷したら中心の水平線でカットします。カットしたものを板の上で突き合わせて貼り付けます。9ミリ厚300角の MDF です。1ミリ厚300角の塩ビパネルです。板に墨を出したら線に沿って貼り付けます。塩ビパネルにシールを貼ると剥ぎにくいので MDF に貼ります。 MDF の加工。まず MDF の円加工をします。手順は1、MDF に円の中心を出して円加工したら2、蓋を閉じる穴3点を開けます。 MDF に閉じ穴を開けたら塩ビ板に穴を移して蓋にも同様にします。ではトリマーで円加工します。塩ビ板は下に重ねて一緒に円にします。2、3回に分けてビットを出して板を切ります。トリマーがなかったら円に沿ってラフで切り取ってヤスリがけすれば MDF ですから加工は簡単です。円の中心をこのまま使ってこの後塩ビ板も加工します。 MDF にはシールを貼り付けます。これで面倒な墨出しは必要なくなります。円加工が終わったら MDF、塩ビ板、蓋を3枚一緒に図のように3点で閉じ込みます。3点をしっかり閉じ込んだらユニット中心の穴を3枚一緒に開けます。ユニットのサポート穴は最後に手で直接けがいて開けます。蓋の加工。ユニット中心の穴を一緒に開けたので3枚を外して MDF と蓋は別々で穴開け加工できます。穴が開きました。針を取って MDF を取り付けます。閉じ穴の裏にはエア漏れ防止のゴム板を貼り付けています。この時点でまだユニットのサポート穴は開けていません。 MDF を閉じます。3枚閉じ込んで穴を開けているので位置は合っているはずです。シールはもう不要なので剥いでしまいます。一緒に穴を開けたので位置は合うはずです。完全に閉じる前に見切りゴムの切れ端を挟んでおきます。これで均一に3ミリの隙間ができます。細かいかもしれないですが隙間が均一でないときれいには見えません。
こんな感じで良いでしょう。5ミリのネジ3本で閉じます。この後3ミリのゴム板を10ミリ幅で切ったものを見切りとして接着剤 G17 で取り付けます。長さは約885ミリです。終わりました。中心の穴は蓋には開けていません。1ミリのゴム板に図面を貼り付けてユニット用のエアモレパッキンを作りました。ペンですがハサミで簡単に切ることができます。これでユニット取り付けの準備ができました。ユニットを組んで仮付けしてから穴を描きます。見切りのゴム板まで取り付けが終わりました。詳細は本編動画をご視聴ください。図面ファイルの使用方法。繰り返しますが、動画内の画面をスクリーンショット印刷しても原寸大にはなりません。ファイルをダウンロードしたら次の手順を実行してください。ファイルのダウンロード先と使用方法は説明欄をご覧ください。ファイルを開いて印刷をクリックするとこのダイアログ画面が開きます。チェックが実際のサイズになっていないときはチェックを移動してください。ページに合わせるにチェックが入っていたら外してください。これらを確認しないとソフトは用紙に合わせた印刷をするので出図は原寸にはなりません。印刷後は5軸角の確認スケールで縮尺が合っていることをチェックしてください。詳しくは説明欄に注意事項も掲載していますのでそちらもご覧ください。図面リスト。以下は出図ファイルのリストになります。図面総数は35枚、各気筒図を上下に分割しています。それに案内図として縮尺5分の1の正面図、側面図を添えています。プリントしたら実寸を確認してください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。